まあこれから、ディサーバルブとかICV とか掃除していくんですけども、このクリーナーキャブっていうのを使います。使用前によく振るそうです。ディサーバルブですね、まず。汚れてるね。有機溶剤の匂いがプンプンしますね。結構汚れてましたね。フラップはちゃんと動いてますね。で、これ本来は振ってカタカタ音がするはずなんですが、音がしなくなってます。多分この内部の、これですね、この内部のフラップがちゃんと動かなくなっているので、これも、クリーナーキャブ吹き付けていきたいと思います。綿棒で中掃除してみましょう。これぐらいしかやりようがない。綿棒結構やっぱり汚れ落ちますね。フラップは動いてますね。で、もうそろそろこの綿棒にも汚れがつかなくなってきたので、これぐらいが限界なのかな。こんなもんでいいことにしておきましょう。わかりません。スロットルボディ行きましょう。キャブクリーナー。結構汚れ落ちますね。結構汚れ落ちました。これもっと頑固にやろう。こんなもんでいいんじゃないかと思います。こっちが ICV、アイドリングの方で、こっちがスロットルバルブがつく方ですね。ここゴムでできてるんですけども、これも変えた方がいいっていう話があるんですが、今回部品買ってきてないんです。キャブクリーナー、ぶちまけたいと思います。こんな汚れ取るのに何の意味があるのか分かりませんが、もう一応やらないよりは、それでも紙はこんなに茶色くなりました。こっちが、古い、オイルセパレーターで、こっちが新しいオイルセパレーターです。形全く一緒なんですけども、一つ注意したいのは、ここに目比べたがあるんですが、これをこの新しい方に移し替えていく必要があります。抜きました。で、こっちに挿しておきます。はい、OK。これはインテークマニホールドの上部につくやつですね。ここがエンジンのインテークマニホールドの後部につく方で、ここがエンジンのインテークマニホールドの前部につくやつです。で、この後部につくホースがここにつながりますという格好になってます。そして、これはオイルセパレーターの上部にここにくっつきます。ここにくっつくのはこのブリーザーパイプですね。90度に曲がってる方がエンジンの方について、こっちの方がオイルセパレーターにくっつきますね。このパイプはこのオイルセパレーターの一番後部の方にくっついて、こっちのところはディップスティックのここにつながるというような格好になってます。それでは、順序に従って取り付けていきましょう。まずはこれが一番難関なんですよね。これが、一回ここに、はめ込んで、硬いな、これ。しっかりはまってないね。硬いな。こっちの角度ではめ込んでから、硬いな。一回つけるとなんか取れないような気がするので、実際に車のところでやってみたいと思います。これを入れ込んでおいた。こんな感じでつくはずですね。そんなにうまくつながりませんね。さあどうやるかな。ガソリン臭いです。なかなかつかないな。こういう風にはめてからこう持ち上げていくのが正解みたいなんですよね。ここまで入れてこうツイストしていくということをやれって、ここの狭いこの中でやれって言うんだけど、
それは結構きつくねえかっていうことですね。シリコングリスでも塗ってみるか。シリコンスプレー拭いてきました。押し込め、これを押し込め。よし。そしたらこれをひねっていくと。さあ、これがひねれるかな。いろんなところに回収して。戻っちゃったら、戻っちゃったら、もうダメなんで。ホースの上にちゃんと来ましたね。ブリーザーパイプですね。これですね。これがここにこうつきますね。ボルトで固定しましょうか。ここも入らない。さあ。このエンジン上部のどうしても入りません。なんか直径が違うんじゃないかと思うぐらいどうしてもここから先が入っていかないです。クランプで挟んで締めようと思ったんですが、ケーブル管が丸いので、クランプがしっかりかかってくれません。木片を切って2つ作ってみました。これでここの両サイドを挟んでクランプで締めたいと思います。うまくいくでしょうか。正直ですね、もうクタクタです。材木が割れましたね。ダメだ。こっちの画面で言うと、右側に映っているのが新しいパーツのオーリングで、左側に映っているのが前からついてた部品のオーリングです。ほとんど同じようなんですが、若干古いやつの方が、ちょっとちっちゃいような気がします。あまりいいことじゃないと思うんですが、この古い方のパーツをホースにつなげて、ホースにつけて、それから改めてホースを接続しようと思います。では改めてこの古い方のオーリングをここにつけて、そこから力仕事とか無理にはめるようなことばっかりやってたので、もう力がないです。よし、OK。この下のところもやっぱり入りが悪いので、このオレンジ色のオーリングは古いやつに変えようと思います。多分このオーリングが太すぎるせいだと思います。はい、オーリングを古いやつに付け替えます。ちょっとちっちゃいオーリングになってますね。改めて、シリコンを拭いて、取り付けたいと思います。手が痛い。オレンジ色のやつから、こっちの黒いもともとついてたやつに変えたんですが、やっぱりどうしてもつけませんでした。どうしましょうかね。とりあえず、新しい CCV システムつきました。疲れました。部品が精度が悪い、新しく買った部品の精度が悪かったんでしょうね。安物を買ったので、こういうことになったんじゃないかなって気がします。でも、これで今日はやめます。お疲れです。オイルセパレーターなんですけども、一回取り外しました。なんでかっていうと、ここのところと、ここのところの接続がどうしても甘くてしっかりロックしないんですよね。なので、ここを少し削りました。
こっちも削りました。そのおかげで、こっちがぴったりとロックできるようになりました。ちょっと断面が真っ平らではありませんね。爪がここに引っかかるようになるんですけども、ほんの気持ちこの筒のこっち側が長かったので、しっかりここにロックがはまらなかったっていうようなことだったので、ここを削ったおかげで、しっかりと奥までロックが刺さるっていうようなことになりました。こっちも同様です。ここにはもう最初からインテークマニホールドからのパイプがもうここに仕込んであります。で、これが、こんなような向きで差し込むんですね。こんなような向きで差し込んで、はめてツイストすると。それでグッと持ち上げるっていうような格好になります。で、こっち側がここにくっつくっていうような格好になります。この向きで入れます。全然180度逆の方向ですね。入れておいて、ここでこっちと合体させます。よし。こっちのパイプが来たので、今度はセパレーターを固定しちゃいます。カチッといきました。入ったね。こっちの90度の方が上で45度の方が下ですね。この辺通していきます。あ、パチッといった。上を止める。OK。では改めて、これが取り付けたオイルセパレーターですね。で、ここの接続のところ、ここですね。ここにつながっています。インテークマニホールドがつながっていると。インテークマニホールドの、後部の方、ここですね。ここからつながっているホースがずっと来て、ここに一緒になっていて、こっちの、インテークマニホールド全部の方から、オイルセパレーターの方に行っていると。シリンダーのヘッドの方からのフリーザーパイプ、これですね。これが下の方に向かっていて、ここにつながっています。オイルセパレーター側から見ると、ここですね。ここにつながっています。それからこのオイルセパレーターから流れたオイルがドレーンされて、まだつけてませんけども、オイルのレベルゲージのところに一緒につながってきます。まあなんていうか、このオイルセパレーターの部品安かったからかもしれませんけども、なかなか取り付きが悪かったです。部品をちょっと削ったりしてちゃんとロックが噛み込むようにするようなことをしなければなりませんでした。まあこれでなんとか取り付けはできたと思います。それでは今回はこれで以上ですね。次はこの辺にあるっていうのを交換しようと思っています。以上です。